こんにちは、自分探しイズムです。このチャンネルはアダルトチルドレンを生きやすくするための情報を発信するチャンネルです。今日はアダルトチルドレンの特徴である自分を犠牲にする傾向について話したいと思います。人間は一つの要素だけではなくて、いろいろな要素が絡み合ってパーソナリティができています。なので、アダルト・チルドレンの自分を犠牲にする傾向も、依存心とか、愛情飢餓とか、人が怖いとか、周りは敵と感じているとか、人間関係がうまくいかない、上手な自己主張ができない、などなど、他の動画で話しているようなことも、いろいろ絡み合っていますので、よかったらそれらの動画も参考にしてください。いくつか関係のある動画のリンクを概要欄に貼っておきます。また、自分を犠牲にする傾向のために上手な自己主張ができないということについては、次回の動画で取り上げる予定です。では、自分を犠牲にする傾向についてですが、大きく分けると2つあって、1つは愛情飢餓から愛されたい、嫌われたくない、好かれたいがものすごく強いために、無理してやりすぎてしまう。自己犠牲的に尽くしてしまうという人です。好かれたい、嫌われるのが怖いというのも、人によって全然意味合いが違います。愛されて育った人は、親の母性愛というしっかりとした土台があります。だからその土台の上に、こういう人に好かれたいと限定的になります。あるいは、この人に嫌われるのが怖いというような限定的です。一方、愛されずに育った人は、親の母性愛という土台がないので、その穴を埋めようと、誰彼構わずに好かれる必要があるし、嫌われることのダメージも爆発的に大きくなります。例えば、10人中1人に嫌われ、他9人は自分に好意を持ってくれているとします。これは愛されて育った人にとっては何でもないことですし、むしろ9人に好意を持ってもらえて幸せということです。なのに愛情飢餓の人は嫌われた1人に意識が集中してしまいます。家に帰ってもずっとその人のことだけを考え続けます。寝る時でさえずっとその一人のことを考えてしまいます。だからなかなか眠れない。そしてやっと眠れて中途覚醒したら、その途端にまた嫌われた一人のことだけを考えてしまう。これが愛情飢餓ということです。これだけ嫌われることを恐れているということが理解できれば、このような人が自分を犠牲に尽くしすぎてしまうのもわかるのではないでしょうか。自分を犠牲にする傾向のもう一つは、人が怖くて自分を犠牲にしてしまうという人です。嫌われるのが怖いというのは、どちらかというと愛情飢餓ですが、そうではなくて、文字通り人が怖いのです。例えば家族で犬のチワワを飼っているとしましょう。家族みんなに懐いているのに、自分だけチワワに嫌われるのは怖いですよね。
この感じと森の中で野生のクマに遭遇して文字通りクマが怖いという感じ方は同じ怖いという言葉を使っても種類が違いますよね。文字通り人が怖くて自分を犠牲にしてしまうというのはクマに遭遇したような怖さなのです。きっちり分けられるものではありませんが、前者の愛情飢餓からの怖さは、愛情欲求が満たされるほど愛されていないという人に多いですし、後者のまるでクマに遭遇したかのような怖さを人間に対して感じている人は、虐待、暴言、親の心理的必要性を満たす道具にされてきたなどという人かもしれません。もちろんその両方を併せ持っている人も多いです。でも自分は虐待されていないと思っている人も多いのですが、一人では生きられない小さい時の恐怖体験は、大きくなってからの体験とは質が全く異なります。押し入れに閉じ込められるとか、ベランダに出して鍵をかけられるとか、置いていかれるふりをされるとか、配偶者への暴力を子供に見せるとか、もちろん子供が怒鳴られるとか叩かれるなども虐待です。深刻度は虐待の強弱だけではなく、いつされたかにもよります。小さければ小さいほど、些細なことでも深刻になります。こうしてできた要素によって、自分を犠牲にする生き方しかできなくなるのです。ではまず愛情飢餓ベースの方を取り上げますが、以前出したアダルト・チルドレンの依存心という動画と多少ダブりますが、依存心と愛情飢餓が強くて一人で生きられない人は誰かにすがって生きています。脳は生き延びるようにプログラムされているので、一人で生きられない人は生き延びるためなら何でもします。自分を壊してまで誰かにしがみついて生き延びようとします。それが人間です。一人では生きられないから恋人にしがみつく。しがみつけばしがみつくほど、尽くせば尽くすほど利用されるのも人間です。すべての人と言うと言い過ぎですが、人間にはそうなる傾向があります。利用される人は利用されているだけで愛されていないので、一緒にいても心は寂しい、心は空っぽ。でもボロボロになるまで別れられない。ボロボロになって一人になりそうになると、一人では生きられないのだから別の人を救護します。誰かが必要で必要で必要なのだから簡単にその誰かを見つけます。本人にとっては必死なので、もちろん簡単とは感じていないのですが、傍から見ているとすぐに見つけるので簡単に見えます。心が未成熟の人は必要で必要で必要の時は現実を偽ります。こうでなければ生きられない時はこの現実はこうだということにしてしまいます。つまりひどい人を優しい人ということにしてしまいます。そしてそのひどい人に嫌われないように尽くします。尽くしているのに愛されないのでもっと尽くします。
それでも愛されないので、自分を犠牲にして、自分を壊しながらも尽くします。それでも愛されないのです。なぜならその相手は最初から人を愛せない人です。愛さないのではなくて愛せないの人です。心に問題を抱えている人は人を愛せません。世の中に人を愛せない人はたくさんいます。愛情飢餓の人は現実を偽っているから、このことを見ていないのです。見ぬふりをしています。そこでひどくなると、ただ尽くすだけではなく、恋人を失うのが怖くて、お金を貢ぐ人もいます。今、恋人と言いましたが、お金があって子供にしがみついて生きている親は、子供にお金を貢ぐかもしれないし、親と子が逆になって子供が親にお金を貢ぎ続けるということもあります。このような人が結婚したとしましょう。結婚するとそのうち何かが出てきます。何かとは不倫、お金を入れない、ギャンブル依存、アルコール依存症、DV、モラハラなどなどが出てきます。自己犠牲的に尽くすということは、このようになる相手にこのようになるように導いているのです。つまり、もともと心に問題を抱えている人の満たされていない甘えを誘発しているということです。心に問題を抱えている人は、多くの場合、乳幼児期に甘えが満たされていません。甘えが満たされていない人の甘えの欲求は抑圧していてもものすごく大きなものです。その甘えを私が犠牲になりますからどうぞ出してくださいと言っているのと同じです。そこで不倫、モラハラ、DV などが始まるのです。そして問題がこれほど出ているのにもかかわらず、まだその人にご飯を作る。まだ自分を犠牲にし尽くし続ける。これではうつ病などになっておかしくありません。自分を犠牲にしていればしているほど、どんどん弱くなります。人にもよりますが、結婚した当初なら多分離婚できたと思います。でも何十年も経つと、どんどん弱くなって袋小路に入ってしまいます。依存心とか愛情飢餓とかというものはそれほど恐ろしいものです。今どんどん弱くなると言いましたが、弱くなるのは心理的にという意味です。だから気持ちさえ強く持てれば、本当は一人で生きられます。どこかで一人で生きる勇気を持つ必要があります。では次は、人を熊のように恐れている人の自己犠牲を考えてみましょう。このような人は、クレーマーなどには全くなすすべなしになります。自分に多少の非があれば、どんな不当要求も何も抗議ができなくなります。お金で解決できるならいくらでも払ってしまいます。世の中には悪い人もいっぱいいます。お金を脅し取ろうとする人もいっぱいいます。長く生きていれば人生のどこかでこのような悪い人に出くわすこともあります。でも普通の人は理不尽な脅しに対してきっぱりノーと言います。ところが熊のように人を恐れている人は脅される
るとお金を払ってしまうのです。人を失いたくなくてお金や労働力を払う人もいれば、人が怖くてお金や労働力を払う人もいます。どちらにしても人を利用したい人にとってはこんな簡単でありがたい人はいません。そして相手の依存心の利用であろうが、相手の恐怖の利用であろうが、楽してお金が手に入った人はもう一度同じことを繰り返します。親からお金を借りられた人はもう一度親から借りようとするし、恋人から取れた人はもう一度恋人から取ろうとするし、脅してお金が手に入った人はもう一度脅します。負けてしまう人は一回だけならいいかと我慢するのですが、一回だけでは済みません。すべての人というわけではありませんが、それが人間です。今回だけで続けていくと、何度も繰り返して、最後にはお金も精神的な健康も失いかねません。これもどこかで強くなる必要があります。はい、ここで今日のポイントを整理します。モラハラ、DV、浮気や不倫。このような相手は優しいふりはするときもあるけど、人を愛せません。だから一緒にいても心は一人。いつも心は寂しい。それなのに、私の悪いところは全部改めるから言ってください。頑張ってあなたに好かれる人になりますから捨てないでください。これは愛情飢餓状態の人の依存心です。この世に自分を犠牲にしすぎてしまうと、最後には心を壊してしまいます。依存心や愛情飢餓ベースの弱さは時間をかけて心を成長させていく必要があります。それまでの間は相手の理想に自分を合わせる努力をするのではなくて、この自分を認めてくれる人を探す努力をしましょう。こう言うと、そんな人一人もいないと返ってくるのですが、それが事実なのか、それとも心の深い部分に何か問題があって、そのフィルターを通して世界を認識しているから、そのような思考になるのか、ということをよーく考えてみてください。心の深い部分に何か問題があるとしたら、乳幼児期にこの自分、ありのままの自分では認めてもらえない、愛されないという経験があるのではないでしょうか。その経験をフィルターにして、そのフィルターを通して世界を見ていませんか？誰もいない季節外れの海とかに一人で行って、海でなくてもいいんですけどね、人のいないところに行って、5時間も6時間もスマホなどをいじらずに、何もせずに、ただそのことだけを考えるという日を1日ぐらい作ってもいいと思います。日常の忙しさに紛れながら一生懸命勉強するより、よっぽど自分のためになるということがあります。そして熊のように人を恐れて自分を犠牲にしているタイプの人は、大元に怖い人がいます。その怖い人をモデルに人間とは怖いと認識しているので、すべての人を怖く感じてしまうのです。
だからまず、自分が大元で恐れている人、つまり小さい頃に怖かった人を明らかにして、その人と心理的に対決する必要があります。小さい頃は確かに相手が巨人でしたが、今なら互角以上に戦えるはずです。ただ、小さい頃に心の中にその人を内面化したのです。自分が弱かった小さい頃に巨人を内面化しているのです。だから、実際以上に怖く感じているのです。と言っても、怖いものは怖いですが、一生このままというわけにはいきませんので、今すぐに対決できなくても、いつかは心理的に対決しようと決意して、今からその心構えを始めていきましょう。また、愛情飢餓ベースの人も、人が怖いベースの人も、自分を犠牲にするので自己主張ができないということにもつながります。それについては次回の動画で話します。では今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。今後もアダルト・チルドレンの直し方などを発信していきますので、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。では、バイバイ。